時に西暦1889年、ノーチラス号はガーフィッシュの罠にはまり、アメリカ連合艦隊の集中砲火を浴びる。被害を受け辛くも逃亡するノーチラス号だが、艦内の修理中に有毒ガスが漏れてしまう。ネモは全員の命を守るため3名の乗組員をガスとともに閉じ込め犠牲にする。ナディアはネモの非常さを知り、ジャンは科学が人を殺し、この船が戦争をしている事実を知るのである。ガーゴイルはこの船を沈めたいだけじゃないの。それにガーゴイルはこのブルーウォーターも狙っていたわ。こんなものがあるから争いが起こるのよ。こんなものがあるからいっぱい人が死ぬのよ。そんなにノーチラス号が大切なの？そんなにブルーウォーターが大切なの？そうだ。全てを捨ててもブルーウォーターは守らなければならない。それがその意志を受け継ぐ者の定めなのだ。こんな思いを続けるくらいなら、こんなもの私はいらないわ。ダメ。諸君も知っての通り、先の戦闘により機関部において3名の犠牲者が出た。彼らの亡骸を我々の失われたふるさとへ送り届ける。そのため本艦は今からナタール海門の沈める寺院へ向かう。先行準備。助けて。誰か私を助けて。お願い。じゃん。何？ちょっと調べてほしいの。どうなの？うん。やっぱり中は細かい模様でいっぱいだよ。どんなに倍率上げても模様が入ってる。それも立体的に。一体何の意味があるんだろう。何それ？ノーチラス号の装甲板だよ。その切れ端さ、世界で一番硬い金属なんだって。すごい。装甲板に傷をつけるなんて。そんなに硬い物質でできてるのか。一体ブルーウォーターってなんでできてるんだろう。ごめん、これがどんなものなのか僕の力じゃ全然わかんないや。そう、ありがとう。じゃあ本当にごめん。
いいの。なぜ私がそんなものを持ってるんだろう。それは運命だと言うんですか？そうじゃ。フェイトたちは自らの命と引き換えにわしらの命を助けてくれた。そのために死んだのは彼らの持って生まれた運命なのじゃ。その人が生きることを望んでいても？そうじゃ。じゃああの人たちが死んだのも？私たちがこの船に乗っているのも？私が争い事の元になっているブルーウォーターを持っているのも全て運命だというの？そうじゃ。それが君の持って生まれた定めなのじゃ。いや、じゃあ私は何のために生きてるの？それを見つけるためにあなたは生きていくのよ。こんな思いをするために生きていく。それがブルーウォーターを持ってる者の定めなの。会いに来たのかね。いいんだ、入りなさい。一つ教えてください。どうしてフェイトさんは死んだの？私のせいだ。来ていたのか。まだまだ教えることはたくさんあったんじゃが。汝は冒険者か。危険という名の滝をくぐり抜け、その奥に伝説の正体を求めるものか。ならば我を求めよ。全員葬儀の準備をしてくれ。アトランティスに上陸する。アトランティス？
すごいや、こんなところが海の底にあるなんて。アトランティス、1万2000年前に滅んだ伝説の大陸。生きているものが何もない、死と静寂の世界だ。アトランティスか。どうしてこんな廃墟になっちゃったんだろう。なぜだろう。小石がみんなガラスだ。しかもみんな揃えたように丸い。そっか、きっとすっごく熱くなったんだ。その通りよ。石も溶けてしまうくらい熱くなったの。今私たちが降りてきた水晶の柱、バベルの塔の力よ。ガーゴイルが同じものを作ろうとして失敗した。これがその本物よ。もう二度と動くことはないけれど、でも本当は破壊兵器として使う塔ではないわ。じゃあ本当は何なの？これはお墓だわ。お墓？どうしてわかるの？なぜかしら。わしらは沈める寺院と呼んでおる。本当はこれも墓として作られたわけではないんじゃが、その昔たくさんのアトランティスの人々がここに集まって死んだ。それ以来ふるさとの土に帰るその日までアトランティス人の仮の墓となったのじゃ。ガーゴイルとの戦いで亡くなった仲間たちも皆ここに眠っておる。アトランティス、ネオアトランティス、ブルーウォーター。いや、そんな話ばかり聞きたくないわ。行こう。あれ、測敵長さん、どうしたんですか？ああ、ちょっとな。昔の仲間さ。フランスのワインじゃないけど勘弁してくれ。フランス？ああ、俺の本当の名前は栄光ウィラン。フランス人だよ。まさか栄光さん、その船の名前は？エリーゼ・ルアーブル号。ガーフィッシュに沈められたのさ。そして俺がただ一人ノーチラス号に助けられたんだ。船長の名前は？ラウル・ロック・ラルティーグ船長。立派な人だったよ。父さん。ネモ船長、もう一つ聞いていいですか？
どうしてこんなに人を死なせてあなたは生きていられるの？ねえ答えて。いずれ私も死ぬ。だがその前にやらねばならぬことがある。船長、罪を犯した者はそれに値する罰を受けなくてはならん。船長は重い十字架を背負っておる。死んだ大勢の人たちの分まで生き抜いてどうしてもやらなければならないことがあるからじゃ。いずれわかる時が来る。船長の罪に対する罰がナディアとの再会であるなら、これほど過酷なものはない。生きてる花だ。水？こんなすごいものを作った人たちだっていつかはみんないなくなってしまうんだ。じゃん。いつか話してくれたよね。きっと自分の飛行機を作るんだって。もういいんだ。もう作る必要ないんだ。海を全部さらったって、空の果てまで行ったって、父さんはも発明って人を幸せにするためにあるんでしょ？じゃん。初めて会った時のこと覚えてる？う、うん。その時私にこう言ってくれたわ。たった一度しかない人生だ、パーッとやろうよって。違うよ。パーッと行こうさ。おじさんの口癖なんだ、それ。いいおじさんね。うん。じゃん。何？
ルアーブルに帰りたい？じゃあまたあの船に乗るの？うん、どうして？好きだからさ。ノーチラス号のみんなが。そう、大好きだからだよ。行こう。みんなのところへさ。すごいね。こんなところで咲くことができるなんて。綺麗。ガーゴイルの作った人工の花なんかよりずっと。ナディア、いいの？分かったの。私が積まなきゃいけないのよ。闇の中にこそ花を見よ。そは生きる喜び、花こそは生きる力なり。また闇を恐れよ。目を閉じて闇を思え。闇は不安の王、闇こそは死の王国。光の中にも闇を忘れず、闇の中にも花を忘れず、その無慈悲な無感覚を忘れず、汝の心に闇を見よ。闇を恐れよ。目を閉じて闇を思え。そは永遠の破られることなき安らぎなり。空の大地へ帰るその日まで、今日この時より我は闇の住人、すなわち汝ら一人一人の心の中にこそ花を捧げ安らぎを求め。さよなら。胸の奥のもどかしさどうすればいい